韓国ソウル地下鉄木東駅。着いたで着いた。はちきれんばかりのセミの鳴き声、聞いてるだけで熱くなってまいる。さて今日行くところはこっち。この辺は住宅街の広がる生活感の残るエリア。そんな木東の街をコチュワサビが今日も行く。2番出口を出てまっすぐ歩く。そんなセミの鳴き声につられて見てみると、あれこれそうやんな。セミ止まってるやん。ゆっくり悟られんように近づいていく。ああ、俺小さい頃掴むのうまかってんけどな。逃げられてもうた。見えにくいけどまたおった。今度は逃がさへんで。にやり。さっきは約35年ぶりに掴もうとしたからな。感覚が鈍っていたに違いない。えらい高いとこにおる。全然届かへんわ。おしっこ引っ掛けられんように気ぃつけんと。木東の町でおっさんがセミを捕まえようとしてる姿、あまりにも滑稽。ほんま小さい頃うまかってんけどな。思い出は美化される。ひたすらまっすぐ来ると以前も見たこれを発見。木東ロデオファッション通り。そこを左側。駅を出て1本目の大きな交差点。お店までの道はセミがいなければ徒歩5分程度。今日は何と言っても俺の大好物。お店がそろそろ見えてきた。着いた。早くもうこしタハー住んでくパオプシのもっさいし。今日のお店は万木住んでく。しかも最近はめっぽう減った24時間営業。万木パドゥゼオ、たくさんの幸せを受け取ってくださいってことね。はい、そんな幸せ受け取りに来ました。入店です。こちらのメニュー、基本はスンデク、普通のスンデクに辛めのスンデク、そして肉だけのスンデク。他にはキムチチゲやスンドゥブなんかもある。おつまみ類はスンデコプチャンチョンゴルやスンデ、盛りこぎなどが置いてある。壁にはいろいろ書かれてんねんけど、スンデクックの成分、その中に弾力のある皮膚を作って老化防止やって。毎日食べなあかんな。ここにも24時間って書かれてるけど、その下、お肉をもっと食べたい人は事前に言ってください。この魔法みたいな言葉に騙されちゃいけないのがこのお店。ああ、後でわかるで。 사장님, 순대국 하나랑요. 그리고 머리고기 하나, 소주 한 병 주세요. 진로 한 병 주세요. 예. サゴルからじっくり煮出したスープを使用しているから、クリームパウダーのような添加物を入れて作ったものではないということをお約束します。わざわざ書いてるところが信用できるよね。てか向こうでなんかされてるよね。今はまだ笑顔の男。そんな時準備してくれた基本のおかずは角的大根の入ったイカの塩辛、玉ねぎ、セウジョにサムジャン、そしてきた、瓶についた汗も吹き飛ばすようにぐる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 。やっぱりスンデクックのバディはこいつやろ。ローリング。メインブラック顔負けのキャラの強さがここにはある。と言ってもまだトゥッペギは火にかけられてるやろ。待ち遠しさを表に見せず本日1杯目。セミ去りてぽつりと残る夏木立。ありがとうございます。じゃあスジョ、あれ何これ、全然開けへんねんけど。スジョの入った箱ちゃうんかい。目の先には綺麗にカメラが見える。まず気になってたこのおかず、
無洗チェっぽいと思ってたけどイカが入ってんのよ。あー、これは結構辛めに味付けされてる。そんな時コトコト音が聞こえ出す。トゥッペギから溢れそうになってへん？もちろん一緒にご飯も運ばれてくる。じゃあまずは何といってもスープから飲んでいかんとあかんやろ。もうすでにエゴマの粉が少し入ってるスタイル。それをごくり。エゴマだけじゃなく味がしっかりついてる。濃厚や。次にトゥッペギの中の具を見ていくとわかると思うけど、めちゃくちゃ多いのよ。今日俺が頼んだんは普通のスンデ具。多めにしてくださいって言うたらどうなんの？トゥッペギから溢れんばかりのお肉の中からまずはスンデを探していく。救出成功。黙々と湯気が出てる。慎重に夫婦。万にも近い幸せを手に入れてやる。スンデを一口。腸詰めブラックホール。もはや抜け出せないじゃないか。熱いのは当たり前やけど、その中でもしっかり伝わるチャプサルスンデのもちっとさ。しかも柔らかく、スンデを食べてるぞという意志がはっきりしてくる噛み応え。じゃあ次は、なんといってもこいつやろ。中に入っている大量のお肉を惜しみなく掴んでいく。あ、いきなり落下したけど、網の塩辛に適度につける。欲張るとこうなる。目の前の量の多さにも常に冷静に。儀式のようにフーフーして、いざパクリ。あんなにたくさん口に入れたのにもかかわらず、この柔らかさ。もちろん豚臭さもなし。パサついてないのがええよ。ってことは、ガマちゃんのお時間。ここで最強バディは完成する。セミの鳴き声よりもやっぱりガマちゃんの鳴き声につられて歌ってしまう俺。そしてすぐさまこのスープ。このクオリティで24時間営業やったら文句ないわなと気分よく口に入れてたら、もう一つのメニューが運ばれてきた。この店量バグってへん？これだけ出されると調子乗んのが俺なんよ。一個ずつやで。アホ抜かしたらあかんで。まずはそのままでパクリ。大きくカットされてるから食感もよし。臭みもほとんどなくて、このもちもち感がたまらん。油気を感じたらそこは確定。もちろん豚肉やから油気はある。それをこいつがしっかりキャッチ。こう見ると結構いろんな部位が入ってる。お得感。次は網の塩辛につける。こうしょっぱい網の塩辛をつけることで、お肉の甘みが引き立ち、ゼラチン質のお肉が肌に浸透していく感じ。やっぱり老化防止なん？こいつも登場。ガマちゃんでスキンケアや。これが保湿やで。スプーンでできるだけ多くのお肉をすくっていく。欲張りの境地ここにあり。まずはガマちゃんを喉に落としていく。顎が外れてもええ覚悟で肉を頬張る。これだけ入れても柔らかいから問題なし。ただ、温度だけが問題あり。まだまだ温かいスープを飲んでると、なんか目が痛くなってきた。涙出てきそうになってんねんけど、実は社長さんに言われてたんよ。玉ねぎの仕込みで目が痛くなるかもしれませんって。他のお客さんもいてはるし、撮影のため端っこでいいですって言っててんけど、涙出てきたわ。郷に入れば郷に従えや。いや、ちょっとちゃうやろ。玉ねぎの痛さはこの玉ねぎで克服や。サムジャンをつけた玉ねぎをパクリ。あかん！余計に痛くなってきた。いや、全く意味がない。やっぱり店の方の言うことは聞かなあかんで。次はこれ。エゴマの粉。最初から少し入っててんけど、もう少し香ばしさを追加。
1スプーン。これだけでは足りひんから2スプーン。完璧。トゥッペキの中で混ぜ混ぜ。そうするとやることは一つ。香ばしさは増し、美味しさ倍増。せや、こいつも。胡椒。あまり入れすぎると辛いから少々。この辺は感覚がものを言う。さらにすることはただ一つ。またまたごくり。感じ。万の幸せに近づく。新スンデグにスプーンを沈めるとぽったりスンデが現れる。春雨も入ったスンデを一口。もっちりじゅわりと胡椒のピリリ。ここで欠かせない角的。スンデクッと俺をつなぐインタープリター。ノンストップで頭のお肉。せやせや。このイカの塩辛を活用せな。上から乗せてやる。これが黄金バランスよ。少し辛めのこのイカの塩辛が豚肉の脂身と絡まり、噛み締めるたびに甘みも広がる。ただ、口の周りについた脂身はふきふき。ナプキン使用後はゴミ箱に入れてください。もう俺は悟ってる。店の人の言うことはきっちり聞くで。ぽい。きちんとルールを守った人にはご褒美。プラスニンニク。てか、このイカの塩辛なくなってもうたな。追加のおかずはセルフ。パクッ取ってきまして。イカの塩辛めっちゃ大量にあったわ。準備 OK。すぐさま取ってしまう。一口入れて頭が冴える。そろそろこいつや。おそうせよ。来たで。クッパと言ったらご飯。でもその前に、そのままでも一口食べたい。ってことでご飯をすくう。たまにご飯が初めから入ってるお店もあるやん。あれやとちょっと損した気になる。そんなこと思ってんの俺だけかな。ちなみにここご飯も無料でおかわりできる。一口食べたら満足したのかご飯を鉄壁に入れていく。混ぜてるとあいつが襲来。まだ目が痛い。よしよし。感じになってきた。ここからがスンデクの後半戦。俺と玉ねぎとの攻防も後半戦。瞬き世界選手権に挑戦中。これ誤解ないように改めて言うけど、お店の方にはその席やめた方がいいですよって言われてたからね。撮影するにはと思って俺が選んで座ってるから。こんなにすごいと思わんかったけど。あかん。ティッシュ必須やわ。目だけじゃなく鼻水まで出てきてもうた。垂れてきそうな鼻水を抑えてると、もしかしてこんなことわざわざ書いてるって変わってるなーって思ってたけど、俺みたいな人しょっちゅうおるってこと？ぽい！店に貼られている予言書。こんなことばっかり言ってると店をディスってるようになってまうから、うまいお店やねんでって改めてしっかり言っておく。やっぱりサゴルベースのスープやからか旨味が凝縮されてる。その中にご飯を入れて食べると一層満足感が増す。お肉もトゥッペキから出てしまうんちゃうかというぐらい多く、これが特別という感じではないが、しっかりとした一食を味わうことができる。俺がスンデクに求めるのはこういうこと。胃の中から温かく包んでくれる感じ。だから自然と笑顔もこぼれてしまう。おかわりしたイカの塩辛もこれだけ。上に乗せて、その上からもお肉。量が初めから多いと扱いがおろそかになるのが悪い癖。ほら、残り少なくなった頭のお肉もパクリ。残してきた友達も噛みしめる。トゥッペキの中もなんだかんだで少なくなってきた。このコスパの良さにまた俺はこの店に来てしまうに違いない。トゥッペキいっぱい大きな満足。それをしみじみ体感できるお店。それを感じにひっきりなしにお客さんも入ってくる。トゥッペキは傾き、スプーンのガリガリという音が聞こえ始めたらクライマックスの合図。一気に喉に流し込んでいく。完食。さて、そろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。最高のバディはここでも最高のパフォーマンスを見せる。だから最後の一滴まで。知らんうちに結構飲んでてんな。少なめやけど最後、こいつも残ってるやん。これは耳の部分かな。そいつも事前準備して本日最後の一杯。パクッとコリコリさを感じてると目に入ってきた玉ねぎ。もう今日こいつのおかげで目が大変やってんから、まだヒリヒリしてる。でもああいう作業があってこそ
この玉ねぎも味わえるんやしな。あの皮を剥いでた芋、かなりの達人と見たで俺は。ちょ終わったやつやんな。また始まるんかと思ったわ。北東駅にあるスンデクッパのお店。万木っていうのは万の福という意味よりも満腹っていう意味の方が合ってるで。あれだけ大量のお肉が入っててあの値段、コスパが良すぎて、いやー大満足や。来た道を帰ってるとたまに見るこの文字を発見してしまう。マッサージ地下日本式。出た。日本式のマッサージって何やろ。日本人の俺が一番疑問に思ってんねんけど、指圧とかもしくはみたいなこと。ピーやなくてミンミンと鳴くセミっていうか、この子さっき手伸ばして届かんかったセミやん。ずっとおったんか。この我慢強さ俺も見習おう。ということで今日の食物語もこれでおしまい。チャイボコすんだー。